こんにちは、アゴヒゲバイクチャンネルです。今日はですね、こちら、ツーリング用のバッグですね。こちらをご紹介していきたいと思います。一口にツーリング用のバッグといってもですね、いろいろあるわけで、私、ボンネビル T120 に乗る前はレベル250に乗っていたんですけど、その頃からいくつかツーリングバッグを特回、引っかい使っていて、で、最初に準備して買ったものから、なんかここいまいちだなっていうので、年に2、3個買いながら、今に至るわけなんですけども、で、合計すると多分ね、10個以上はツーリングバッグ使ってて、今日はその中から7つですね、現役で使い続けているバッグを紹介していきたいと思います。当然それぞれバッグね、いいところと悪いところあるので、ここいまいちだなっていうので使わなくなった理由とかですね、なんで別のものを買ったのかとか、そういうところをね、お話ししていこうかなと思います。新しいバッグを新調したりだとか、ちょっと今使ってるバッグいまいちだなみたいな、そういった方のね、参考になると思うので、ぜひ最後までご覧ください。で、7つバッグあるので、1個のアイテムを掘り下げていくっていうよりは、全体をね、さらっと流していく感じで、以前にね、動画出してるものもあるので、詳しい情報が知りたいっていう方は、概要欄に同じく動画のリンクを貼っておくので、そちらも参考にしてみてください。では行ってみましょう。まず一つ目はこちらですね。ヘンリー・ビギンズのツールバッグになります。これ容量が 1.5 リットルで、値段が5500円前後ですね。バイク乗り始めて最初に買ったツーリングバッグになっていて、名前にもある通り工具をね、基本的には入れるものになってます。で、レベル250に乗り始めた時に買ったんですけど、これどこにつけてったかっていうと、大きさがね、そんなに大きくないっていうのもあるので、バイクのそのシートの横のサイドパネルの脇ですね、に斜めな感じでつけてました。で、実は今もこれ愛用してて、T120 も同じように、この辺りですかね、にこんな感じでつけて、目立たないしね、邪魔にならないので、ずっとつけてます。容量的には 500ml のペットボトルがもうスポッと入るサイズなので、主に飲み物入れとして使ってますね。容量が 1.5 リットルあるので、1リットルの水筒も余裕で入りますね。はい、一つ目が、ヘンリー・ビギンズのツールバッグでした。はい、続いて二つ目ですね。二つ目がこちらです。ロングライドのヘリテージサドルバッグです。これはね、これ買ったきっかけっていうのは、T120 を納車しますよって決まった段階でもこれ買ったんですよね。見た目がね、かなりクラシックなバイクっていうことで、せっかくだからね、バッグもクラシックで揃えようというので、こちらを購入しました。ちょっとね、高かったんですけど、奮発して2個ですね、左右につける感じで購入してます。片側だけ使ったりとか、あと両側使ったりでね、組み合わせ次第でいろいろ使えるので、その点は便利ではありますね。これはね、もうなんといってもね、この雰囲気ですよね。雰囲気はもう抜群ですね。まさにこういうクラシックスタイルのバイクに合ってるバッグかなと思います。ワックスコットンとあとレザーが使われていて、かなり渋めのいい感じのバッグかなと思うんですけど、ちょっとね、一点めんどくさいなって思うのはやっぱこのベルトなんですよね。開け閉めが、これベルトを開けて、で、ロールアップで、開け閉めをしなきゃいけないんですけど、これがね、慣れてきても非常にめんどくさいっていうのが正直ありますね。荷物をね、頻繁に開け閉めする人には向かないかなと思いますね。先ほど容量はね、18リットルありますよって言ったんですけど、これ、ロールアップして結局こういう形になるので、実はね、思ったほど荷物が入らない。いう欠点があります。見た目は最高なんですけど、実用性ではちょっとね、いまいちかなというところがありますね。ロングライドのヘリテージサドルバッグでした。はい、続いて3つ目ですね。3つ目がね、これですね。トリップマシーンのメッセンジャーバッグですね。これ、容量が6.5 リットルで、値段がね、16,500円です。これオールレザーの、かなりね、質感のいいバッグになっていて、レザー製品なんですけど、手に入れやすい価格にはなってるかなと思います。先ほどのロングライドのバッグとは違って、ここがベルト式になっているんですが、で内蓋もファスナーがついているというので、開け閉めに関してはかなりやりやすくなってますね。で、これ買ったのは、そう、この、T120 で、ロングライドのね、サドルバッグをずっと使ってて、ただ開け閉めすげえめんどくさいなっていうので、これを購入したんですよね。これ実際使ってみて、確かに開け閉めのところは問題ないんですよ。さっとね、カバンの蓋が閉じれるっていうので、ただね、何回か使ってみて、ちょっと容量としてはね、そんなに大きくないので、基本的にはちょい乗り用短距離のツーリングだとか、ちょっとそこら辺走ってくるとか、そういう感じの時に使ってますね。あとはね、
つけるとわかるんですけど、ちっちゃいです。これが先ほどのロングライドのサドルバッグなんですけど、見てわかる通り結構ちっちゃいのでね、バイクにつけた時のバランスどうなのかなっていうところはなくはないかなって気がしますね。で、こちら取り付けは、ベルトになってて、この先ほどのロングライドの方は、ワンタッチで、ね、取り付けられるようにはなってるんですけど、こちらのトリップマシンの方は、よくあるタイプのベルトで付けるタイプになってるので、若干ね、この点がね、付け外しめんどくさいかなっていうところはありますね。はい。3つ目がトリップマシンのメッセンジャーバッグでした。で、続いて4つ目ですね。4つ目がこちらになります。クリーガーの R22 ですね。これはね、多分つい最近、紹介する動画を出してるので、詳しくはそちらを見ていただくといいんですけど、これ容量が、本体の方が18リットル。で、外側のポケットが4リットルになってて、計22リットルですね。で、値段がね、ちょっと高くて、37,400円でした。これね、国内で買っても、個人輸入っていう形で買っても、結局、税金かかってきたりなんだりで、あんまり値段変わらなかったですね。ちょっとね、値段がネックにはなってきます。ただね、間違いなく買いの一品ですね。これはね、本当に素晴らしい。ロングツーリングだとかで、出先でね、荷物持ち歩いたりっていうので、結局バックパックに戻ってきたんですね。で、ちょっと雰囲気重視っていうよりも、実用性重視にしようかなというので、いろいろ選んでいく中で、そのバイク乗りのために作られたバッグっていうので、これを選んだんですね。で、デザインは、見ての通りクラシックスタイルではなくて、どっちかっていうとなんかこう、スクランブラーとかに乗ってる人がよく使ってるイメージがあるんですけど、いいのはこれ防水になっているので、そう、特にね、こう、レインカバーつけなくても、急な雨が降ってきてもね、気にせずに使えるっていうので、特にその撮影機材なんかをね、こう中に入れといても、バイクだとね、急に雨降られることありますけど、そういうところを気にしなくていいっていうのが、非常に心強い製品ではありますね。閉じる部分はこうロールタイプになってるんですけど、最後ね、止めるのがバックルなので、意外とね、こうめんどくささは感じないですね。先ほど紹介したようにロングライドの時は、ロールタイプで、さらにベルトっていうので、これどうなのかなと思ってたんですけど、バックルに変わるだけでね、全然使い勝手は違いますね。で、デメリットなんですけど、さっき言いましたけど、もう値段、それ1点だけです。ただね、もうこれかれこれ使って1年ぐらいなんのかな。全然へたれる様子もないし、で、背負い心地はもう間違いなく最高なんですよ、これ。なのでね、長く使えるアイテムかなと思ってて、長く使ってればね、実質タダみたいなもんなので、値段の価値は十分あるかなと思います。これはね、マジでおすすめの一品ですね。クリーガーの R22 でした。はい。では、サクサクいきたいと思うんですけど、続いて5つ目ですね。5つ目がこちらです。こちらがクリーガーの US10 っていうドライバッグになっています。で、これ容量が10リットルで、値段が、これもね、ちょっと高いんですけど、21,450円ですね。で、これね、R22、先ほど紹介したバックパックの R22 と合わせて買ったんですけど、ちょっとね、20リットルだと容量不安かなっていう時がたまにあるので、そこでね、ちょい足しできるように買ったアイテムになってます。で、これは、一応そのさっきのね、R22 の背中にパコンとつけることもできるんですけど、私メインの使い方としては、このタンデムシートの方に、こうドカッとね、乗せてあげて、で基本つけっぱなしで、ここで、荷物をね、入れてあげるっていう使い方をしてますね。で、容量が10リットルあるので、2番目に紹介したそのトリップマシンよりも、若干容量があるので、結構使いやすいかなと。で、素材は、先ほどの R22 と同じで、防水タイプ、防水素材になっていて、内袋もしっかりついてね、で、ロールアップで最後バックルで止めるっていう、先ほどの R22 と同じ仕様になってます。これ単品で使うっていうのは、近所ちょっと乗るとか、あとはショートツーリングの時ぐらいなんですけど、基本的には先ほど紹介した R22 とセットで、タンデムシートにちょっと物乗せたいとかね、さっと取り出す荷物を入れたいっていう時に、これをよく使ってます。見た目もすっきりしてて、結構ね、気に入ってよく使ってます。はい、クリーガーの US10 でした。続いて6つ目ですね。6つ目がこちらになります。アイロンジャスのシートバッグになってます。こちら容量がね、30リットルで、値段が5,480円ですね。実は案件でいただいたバッグになっていて、特徴としてはとにかく安い。この容量で5,480円。
非常に安い。で、しかも完全防水になってます。で、初めてね、このサイズのツーリング用のバッグをね、買ったというか使ったんですけど、なんでね、今までデカめのやつ使わなかったのかなって思うぐらいに、撮影機材のね、出し入れが非常に楽なんですよね。でかいバッグがあると。これがね、いただいて非常に良かったなというのと、あと完全防水っていうのもあって、全く心配にならないっていうのがね、非常に心強い商品になってますね。で、これ今何が入ってるかっていうと、最初に紹介したロングライドのバッグとトリップマシンのバッグですね。これがスポット2つ余裕で入って、まだ全然他の荷物が入る余地があるっていうぐらい、使い勝手というかね、でかくて非常に重宝するバッグですね。別の動画で紹介しているので、良ければそちらを見ていただくとして、使い方としては、タンデムシートにこうドンと乗せてね、で、ストラップで固定して使うって形ですね。で、荷物の開け閉めもこうバカッと開いて、物を取り出したりとかできるので、非常にね、使い勝手が良かったバッグです。なんですが、ちょっとね、こうして欲しかったなっていうのが、鍵がね、つかないんですよね。で、この手のバッグって、もうツーリング先だと基本的にバイクに固定になるじゃないですか。なので、開かないようにっていうのと、外して持っていかれないように、鍵が欲しいんですけど、これね、ちょっとね、鍵をつけるのが難儀するバッグになってて、そこがね、非常に惜しいなと思いました。はい。6つ目がアイロンジャスのシートバッグでした。で、最後、7つ目ですね。7つ目がこちらになります。ヘンリー・ビギンズのシートバッグで、ベーシックシリーズのものになりますね。で、こちらサイズがね、M サイズで、容量が33リットル、拡張すると42リットルなんですけど、で、値段が14,500円になってます。ちょっと重いので、置かしてもらって。で、なんでね、さっき紹介したアイロンジャスがあるのにこれ買ったかっていうと、まずそのアイロンジャス使って、そのでかいバッグすごい便利だなって思ったんですね。あっちこっちにこう荷物をね、分けるよりも、一箇所にドーンとまとまってた方が、使い勝手は非常に良かったっていうのがあったんですね。で、これは、そのアイロンジャスで不満だった鍵の問題をね、解消してくれるんですよね。こうフラップがついてるんですけど、このファスナーのところにね、鍵がつけられると。で、サイドもこうアクセスがついてるんですけど、そこにもね、それぞれ鍵つけられるっていうので、非常に安心な、設計になってます。この辺さすが、日本の企業というかね、細かい気配りがよくできてるなと思う商品ですね。で、固定に関しても、いろんなこう、なんつうんだろう、D 管みたいのがね、至るところについてたりするので、そことワイヤーロックをつける形で、車体の方にも固定できておけるというので、結構使ってる方いると思うんですけど、非常にいい出来になっているバッグですね。開けるとこういう形になってて、今ご紹介しましたけど、間口がね、非常に広いので、私主にこれを使うのは、その撮影の時になるんですけど、こういう三脚のね、長手のものだったりっていうのを簡単にズボッと入れられるので、すごい楽なんですよ。機材の整理をするときも、間口ガバッと開くので、どこに何があるのかっていうのが非常に見やすくなってるし、先ほどのね、アイロンジャスも結構ラフには扱えるんですけど、ちょっとね、型崩れしやすかったりだとか、あとは、シートに置いたときに少し安定しないっていうのがあるんですけど、こちらのヘンリー・ビギンズに関しては、しっかり型が入っているので、型崩れしないし、開け閉めも非常にしやすいかなと思ってます。で、容量的には、キャンプとか行く人はちょっと荷物を選ぶかなっていう気はするんですけど、ホテルとかに泊まる方であれば、全然宿泊のツーリングもね、行ける。これであれば、3泊、4泊ぐらい余裕で行けるサイズかなと思いますね。で、取り付けに関しては、バックルでね、カチッと止められるようになってるので、荷物のね、取り外しも非常に簡単になっているというところで、正直言ってね、ヘンリー・ビギンズ、コスパ最強だと思います。ここまでね、6つツーリング用のバッグ紹介してきましたけど、あれこれこう寄り道せずに、まずは最初これを買っとけば間違いないかなっていうバッグになってると思います。で、値段の方も、今までね、いろいろ紹介しましたけど、その中に比べればかなり安い方に入るので、の割に、作りがしっかりしているし、作り込みもしっかりされているので、私最初のバッグはね、これが一番いいんじゃないかなと思います。見た目はね、かなり実用性重視な作りになっているので、そこが気にならなければ、このバッグはね、買いだなと思いますね。でさらに容量大きなね、L サイズだとか、あとはもうワンランク下の S サイズも、用意されているようなので、使い方に応じてね、サイズ
ズ選んであげればいいのかなと思います。特にね、元ブログとかしないで、基本的には日帰りツーリングだったり、1泊2日のツーリングとかであれば、もうワンサイズ下の S サイズでも十分いけるのかなと思いますね。ヘンリー・ビギンズのツーリングバッグでした。はい。というわけで、シートバッグですね、7つご紹介しました。雰囲気重視のものから実用性重視のものまでいろいろ使ってきたんですけど、私個人的にそのベストな組み合わせと思ってるのは、クリーガーの R22 と最後にご紹介したヘンリー・ビギンズのシートバッグですね。この2つがあれば、容量的にも全く問題ないし、あとは見た目もね、特に気になるところではないので、現時点ではこの組み合わせが最高かなと思っています。この動画ためになったという方は、ぜひグッドボタンをお願いします。また今後もこういった形で商品の紹介だったり、あとはVlog 的なね、動画も出していこうかなと思うので、よろしければぜひチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。